ビットコイン、イーサリアム、そして同時コイン。今日の仮想通貨市場ではそれぞれに大きな動きがありました。ETF からの資金流出、イーロン・マスクさんの発言、さらに各通貨のテクニカルな節目、市場がどこに向かっているのか気になる方も多いのではないでしょうか。おはようございます。桜井です。今回は2025年6月6日時点で報道された暗号資産に関するニュースを厳選し、投資家目線で今知っておくべきこと、これを分かりやすく解説していきます。できる限り専門用語は噛み砕いて解説しながら、ただのニュース紹介ではなく、なぜそれが重要なのかまで深掘りしてお伝えしていきます。最後まで見てもらうことで、今の仮想通貨市場の全体像がつかめるだけではなく、明日以降の投資判断にも役立つと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。まずは暗号資産市場全体の動きから見ていきましょう。2025年6月6日、仮想通貨市場は全体的に大きく値を下げる展開となりました。ビットコインは約 3% 下落し、101,650ドルまで落ち込みました。イーサリアムも約 6% 下落し、2,420ドル台まで下落しています。この下落の背景にあるのが ETF からの大規模な資金流出です。特にビットコイン ETF からは前日だけで2億7840万ドルの資金が流出していて、これは機関投資家による売り圧力の高まりを示しています。また XRP や同時コインといった主要アルトコインも同様に下落し、24時間でそれぞれ 4% から 9% まで値を下げました。市場全体に広がっているこのリスクオフムードの一因として、アメリカの株式市場の動向も見逃せません。6月5日には S&P500 が 0.8% 下落しており、これが暗号資産市場にも波及した形です。つまり、現在の下落は仮想通貨単体の問題というよりも、伝統的な金融市場との連動性が高まっている中での広範な売り圧力だと言えるでしょう。それではここからは個別の通貨ごとの動きを見ていきたいと思います。まずはビットコインです。ビットコインは6月6日の午前9時の時点で 103,025 ドルまで下落し 1.58% のマイナスとなっています。ETF からの資金流出は2億7840万ドルに達し、明らかに機関投資家の売り圧力が高まっている状況です。テクニカル面を見てみた場合には、50日移動平均線、つまりおおよそ 102,500 ドルの水準でサポートを試す展開となっており、相対力指数、いわゆる RSI は42と売られすぎに近づいています。この水準を維持できるかどうかが今後12時間のポイントになると見られています。次にイーサリアムです。イーサリアムは過去24時間で約 7% 下落し、主要なサポートラインである 2,500 ドルを割り込みました。この急落により、先物市場で約1億8,975万ドル相当のロスカットが発生しています。テクニカル分析では、200日単純移動平均線で反発し、上昇ウェッジパターンの下限を割り込んだことで、さらなる下落リスクが指摘されています。指標面では、ストキャスティクスオシレーターが売られすぎを示し、MACD も弱気を示しているため、短期的には下方向への圧力が強い状況です。続いて XRP です。XRP はここ24時間で 7% 上昇し、2.07 ドルのサポートを守った後、2.2 ドルまで反発しました。取引量は34億5888万ドルに達し、かなりボラティリティの高い取引セッションとなりました。ファンダメンタルズの面では、ドバイでリップル社が RLUSD ステーブルコインの承認を取得し、決済システムの統合が進められることが報じられています。さらに6月17日には、アメリカでフランクリン・テンプルトンによる XRP 現物 ETF の承認判断が控えていて、今後の流動性や価格に影響を与える可能性があるとして注目されています。最後に同時コインです。同時コインは過去24時間で最大 12.5% の下落となり、0.193 ドルから 0.169 ドルまで急落しました。特に売り圧力が強まったことで取引量は10億同時を超え、通常の約5倍に達しました。この急落の一因とされているのがイーロン・マスクさんの発言です。今回の急落については、イーロン・マスクさんとトランプ大統領の経済政策をめぐる対立が背景にある可能性が指摘されています。
イーロン・マスクさんはトランプ政権が掲げる財政政策に対し、嫌悪すべき怪物とまで表現し、公然と批判しました。この発言が市場心理に影響を与え、リスク資産である同時コインにも波及したと考えられます。また、株式市場全体の調整や機関投資家によるファンドからの資金流出といったマクロ要因も、同時コインを含むリスク資産全体に影響を与えています。はい。ということで、ここまで主要4通貨の動きと背景について見てきました。この後は市場全体のセンチメントについて見ていきます。それは生産の規模です。過去24時間で暗号資産全体のロスカット、いわゆる強制生産はおよそ8億ドル規模に達しました。そのうちバイビットでは3億5400万ドル、バイナンスでも大規模な生産が確認されています。これらの数値は特に先物市場における投資家のポジションが巻き込まれていたことを示していて、短期的なボラティリティの高さを物語っています。はい、ここまで2025年6月6日に報道された暗号資産市場の重要なニュースをお伝えしてきました。ビットコインは ETF からの巨額流出により下落し、イーサリアムはテクニカル的に大きな節目を割り込みました。XRP はドバイでのステーブルコイン承認や ETF 関連の期待から反発。一方で同時コインはイーロン・マスクさんの発言をきっかけに急落するなど、通貨ごとに明暗が分かれました。ただ、今回のような急落の中にこそ次のチャンスの兆しが隠れているとも言えます。どの情報が短期的なノイズで、どれが中長期に影響するファンダメンタルなのか、それを見極めるためには、こうした日々の動きを丁寧に追っていくっていうことが大切じゃないかなと思います。はい、ということで本日の内容は以上です。今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしますので、ぜひ暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をお願いします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら、高評価の方もよろしくお願いいたします。では、お知らせがあります。今、おすすめの取引所でビットレイド X があります。先日説明動画を公開しました。まだご覧になられていない方はぜひご覧ください。今は AI の時代です。人間はどうしても主観が入ってしまいますが、AI はそれはありません。なので投資成績も上がるのではないかと思っています。僕も先日から始めました。興味のある方は僕の LINE に登録してもらい、キーワードで AI とチャットを送ってもらえたら、ビットレイト X の公式登録リンクを送りますので、LINE の方から問い合わせの方よろしくお願いいたします。はい。では最後にですね、重要な点をお伝えしておきます。暗号資産投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際には、しっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。